はい。こんにちは、ガラス企画阿部ちゃんです。ガラス企画のみーくんです。花です。なんだはい、今ね、消防点検です。おお、はい、その間に収録して火災報知器がついています。はい、ちゃんとしてます。はい、はい、提供してます。に今日はまた、ね、はい、1年ぐらい前にね、日産のやりましたね。そういえば、ね、ちゃんとここ日付がね、6月23日。おお、ちょうど、まあ同じ時期に、同じ月ですね。はい、に去年日産の予想をやりましたね。やったと思います。結構辛めの予想してましたよ、みーくん。ね。じゃあ前回忘れちゃってる方、はい。もしくは新しくチャンネル登録した方にね、向けてね、軽くおさらいをしていきたいと思います。はい、簡単。ということで行ってみましょう。まあそうですね。はい。まあ日産自動車っていう会社がありまして、まあ最終赤字になりましたと。去年はですね、一昨年でした。6712億円ほど赤字になりまして。やばいですね。だいぶやばいですね。ゴーンさんとかですかね。みんなゴーンさんのせいにしていると思うんですけど、イメージ的には実はゴーンさんがやらかしたやつの後始末をするために、それだけ損失を出してしまったと、一時的に損失を出すような案件が多々あったんです。販売の拡大路線をする上でどうしても設備投資したりとか、北米に向けてリース事業を拡大していって、それの尻拭いを次のね、経営者の方がやってるんで、その経営者の方が悪いわけではなくて、昔のダメなところを今改善しようとしているために必要な感じで赤字だった。だからそれをまた改善するのにもう少し時間かかりますよっていうことなんですよ。はい、相当やらかしたんで。相当なんですね、やっぱり。逃げちゃったし。そう。俺もなんかお前さんに捕まりそうになった時はちゃんと音楽の箱に入ってできればセブ島あたりの南国の方にそういいかなと思って。やべえですよ、逃げた先で大爆発しちゃうから顔がバレてくる。顔バレちゃう、すぐ変わっちゃう。この格好でいったらダメですよ。だってグアムのさ、カラホコの滝あたりってさ、横井庄一さんと同じ横穴掘ってあそこに2、30年いれば大丈夫じゃないですか。すごいな。その頃にはもうジャングルの人みたいになってるはい、いや、とりあえずおさらいですね。2020年の3月期は最終赤字6712億円ありましたよっていうことで、生産能力が770万台の660万台にします。でインドネシアの工場とスペイン工場も閉鎖して、北米のアメリカ工場も縮小して540万台にする予定ですってことで、で現在の販売台数は2019年は493万台、で、412万台ありますよっていうことで、おそらくみーくんの予想では、370万台ぐらいしか売れないから、売上的には7兆円台じゃないですかっていう話をしたと思います。これが予想ですね。はい。で、日産のシルク車種、セレナとかノートとかね、これも、売ってたんですけど、これもモデルチェンジしながら売っていくので、これが少しは伸びますよね。そうですね。キックスクはね、なんとかたくさん売れるようになったんで、良くなったってことですね。ちょくちょく見かけますね、街中でも。はい。35GTR は不人気車なんですけど、かわいそうに。これね、最近今不人気って言いながら、ちょっと人気出てきちゃうんですよ。なんでですか？もう作れないかもしれないですけど。ここがないかもしれないからね。ここが要は E パワーとか辺で作り込まない限り、実際は作れないので、じゃあ今年および来年のモデルが最後になってしまうかっていう。そうですね。ちゃんとしたガソリンエンジンだとね、かなっていう感じで、その後は普通の静かな車に電気自動車やだ、静かな GTR っていう声とかがあったりね。
そうすれば3号は値段が上がりますよ。まあ、今ね、実際は古いタイプのやつが、下がらなくなってきた。おお、そうなんですね。下げ止まりだ。下げ止まってきて、ね、上がってはいないんだけど、下がりづらくなってきたっていうのがあるかな。前見た。前みたいにガンガンガン、あ、ストーンみたいな新しいやつは下がるよ。おお。新しいやつは下がる。そうなんだ。古いやつ、3号 GTR に憧れてる人、特に電気とか、ね、あれが200万円だったのが今300しないと買えなくなってきてるおお。っていうか200万円だったんだね、3号思いま GTR。した。そこもびっくり。ね。最初のモデルは。そうですね。はい。業界の人は知ってます。ああ、なるほどね。はい。あくまでこれ仕入れベースですよ。業者オークションの値段。仕入れベースの話ですね。販売価格はいくらでも、例えば300万で買った車を、ね、400万にすることもできるし、500万にすることもできるし、600万にすることもできるんで、そこは当てにならないんですよ。そうですね。実は。新車価格がドーンと来てますから。ぐらいあるから。上乗せしてる金額が相場ではないんですけど、実際その金額で本当に売れてるのかって言ったら売れてない可能性もあるので、はい、自分たちが一番信じられる相場っていうのは業者間の正規に取引した実績っていうのが本当に、それをもとにやってますから。はい。で、まあおさらいですね。じゃあみーくんが、はい、予想したのとどこが違うんですかっていう話。どんだけみーくんが予想したのはですね、2021年は、3月期、赤字6700円ぐらいなんじゃないですかって話をしたんですよ。はい、ここですね。まあ同じぐらいね、ちょっとは減るけどぐらい。少しは改善するけど。正解ですね。これですね、実はですね、4486億円ですね。おお。頑張ったね。日産さん。はね、ブブーです。ブブブ。はい。2300、まあ2200億円ぐらい、このぐらい、まあ赤字を縮小させましたよと、っていうことですね。はい。なので、ミークの予想はちょっと外れました。で、あと、まあ、メーカーの方で412万台売りますよって言ったら370万台しか売れませんよっていう話で、412万台売ると8兆円ぐらいじゃないですかっていう話で、ミーカー370万台しか売れないから7兆円台じゃないですかっていう話だったんですけど、どうでしょう。ほぼほぼここの金額に合ってる感じですね。そうですね、ニアなところに。はい。当然ですね、400万台を超えまして、405万台まで売れたみたい。売り上げがね、7.8兆円。7.8兆円ですね。頑張ったね、日産さん。はい。まあ、7兆円台っていうのも合ってると思うんですけど、まあ412万台売ると8兆円になってしまうので、まあ7兆円台。まあ微妙な差です。まあこれは三角ですね。合格とは言いません。はい。ありがとうございますね。はい。こんな感じですね。なるほど。はい。結構ね、頑張りましたね、日産さんね。そうですね。キックス君とかノート君とか。今こうなってると思うんですけど、これが7兆8000億円ぐらいかな。はい。ねの売り上げ、2020年これね、7兆8000、9兆8000、これちなみに2018年っていくらだろう知ってます？わかんないです。2018年売れてたのかな、当時。何が売れてたんだ。あったっけ、なんか話題な車。カルロス・ゴンさんがいた頃です。Z。ブーです。GTR、ニスモ。ブーです。あれ。エクストレイル。あ、まあそうですね。あの辺な。キックスとかね。やっぱ SUV 系が。これね、11兆円なんですよ。めっちゃ売ってるじゃないですか。だってどんどん下がってるじゃん、9兆円。2兆円ずつ下がってる。そうだよね。よく考えてね、2兆円ずつ下がってるんですよ、売り上げ。はい。ほぼ
20%。やばいじゃん。やばい。頑張ったとかじゃないよこれ。え？これ。でもこれなんかえ？売り上げは減ってるのに、うんなんでこの赤字も減ってるんですか？なんかこのスペインの工場を閉鎖しなかったからです。あこれ閉鎖やめたんですよ。あ、やめたあ、んだ。結局閉鎖しなかった。これね、スペインの工場に勤めている従業員の方たちがデモでこう暴れてしまってタイヤ燃やしたりいろいろやってもうなんていうの、まあ、いわゆる暴動みたいな感じで、はい訴えるぞ的な感じでやっぱ強いですね、スペインの方は。訴えるぞみたいな感じで工場1個閉鎖するとさ、何十万人って雇用がなくなるじゃない？もうそうまあここスペインの工場ってそんなにまあ大きな工場ではないんですけど、まあ昔からある日産の工場で。ビークが子供の頃からあったはずなんで、おそらくどのくらいだろうね、40年くらいあったかな。だいぶ長いですそうね。だいぶ長くてずっとね、その時からね、若い時から勤めてる人もいるわけですよ。確かに。いきなりね閉鎖しますいや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 、それはちょっとありますね。ちょっと待ってよってなりますね。でやろうと思ったらできなくて、で今年のまあ延長したんです1年。12月まで返済しますよっていうことを言ったんですけど、まあ、それでも暴れててもう無理だみたいな、やらないと。まあ日本人だよね。これカルロス・ゴーンさんだったら、もう一発、もう去年のうちに閉鎖、確実に、もう談話業が何しろ関係ないよみたいな、うちはもう収益ありきだから現場で何とかしろぐらいの感じウェットなね経営者の人はね、雇用も大事だと。なるほど。ということで、うちの会社も一緒ですから、雇用は大事ですから、はいね、当然ね雇用をね、ここら辺はね、まあアメリカの工場も縮小したし、まあもうやろうとしてますけど、まあこんな感じかな。なるほどね。で、ちなみに。これ日産はね、今年2022年の予想が、まあ、赤字、まあミーカン赤字って言ったんですけど、なんと日産も赤字になりますって言ってます。そうですね。まあちょっと要請っていうのはね、なかなか難しいよね。20万です。まあ2000目ずつ減るんじゃないですか。次の頑張れば。いや、まあ多分おそらくここの数字ってこれとまあこれとこれですね。これとこれなんですけど、これとこれですでに1兆1000億ぐらい赤字売ってるんですけど、はいはい。大丈夫です。まだ現金持ってますからキャッシュ。うわ。どこに隠してんだ日産自動車。いや違うんですよ。6712億円の前の年、いわゆるこのいっぱい売ったよねっていう話が大幅な黒字なんですよ。なるほど。そうなんだ。貯金があるってことですね。貯金があります。まあこれあくまでも1年その1期単位のやつだからね。なるほどね。実はこのぐらい売るとちゃんと利益が出るんですけど、毎年毎年下がって、これ違うんですよ。経営者の人が判断で拡大路線をやめて、ね、1台ずつ、ね、確実に利益を取っていきましょうっていう風にシフトしたんですよ。なるほど。そうだから売り上げが減ってしまうっていうのは当然安くたくさん売るっていう風なことをやめて、ね、1台ずつちゃんと安売りしないでちゃんと利益を取っていきながら売っていこうねっていう話になったんで、売り上げが落ちてしまうんですよ。量より質みたいな。落ちてしまってもそれはいいんです。まあ利益率的には要は何が大切かっていうと、売り上げがどんだけあろうが最終的に残るお金がいくらあるかなんですよ。そうですね。例えば年収ね1000万の人がね1年間ね無駄遣いしてね100円しか残らない人よりもね年収が200万円の人が10万円ね手元に残った人、こっちの方が偉いんです。はい、そういうことです。そうですね。はい。日産さんは割と頑張ってます。はい。ね。そうですね。でみーくんの予想はですね、まあ僕合わせていくと1兆円になりますよって話だったんですけど。はい。変更しますか？いや、一応これね、なんか今ここじゃないですか。はい。いやこれちゃんとね、
その今の社長がね、ちゃんとやっていけば黒字にはできるはずなんですよ。今そんなにもう早く。ちゃんとねできると思います。それはどういった理由でどういう見解ですか？結局ね今までやらかしちゃったね前のね人たちがやらかしたやつの尻拭いにさせられてるんですよ。今ですよね。そう経営のトップの人たちはこれ自分たちの責任じゃないんですけど、それなるべく早めにこういうふうにきれいにリセットして、健全な経営に持っていきたいわけです。ミークの予想的にはこれは普通だったらなんか6、7、2ぐらいぐらいですね。多分ね、トントン。もしくはプラス。すごい攻めますね、その予想は。500億プラス。ぐらいの利益になるんじゃないかな。なるほどね。と思ってます。いいことじゃないですか。だってね、母体の経営が危ういとヘリテージパーツなんか出ないしさ頑張ってほしいよ。お願いしますよ。明るい未来が見えた。明るい未来ちょっと見えたね今ね。ヘリテージパーツね。ヘリテージパーツね。日産から部品買うじゃないですか。ね。それを子供とかうちがガーって買うでしょ。知れますね。するでしょ。そうするとどっかからよくわかんないんですけど、なんかすぐね、ニスモヘリテージパーツだって言って、ニスモから出るようになってしまうんですよ。急になりますよね。注文できなくなって。なんででしょうね。困りますね、本当に。何ヶ月後かぐらいに発表があったりみたいな。そうなんかロットで入れるじゃないですか。別に買い占めてるわけじゃないんですよ。うちの場合はですね、実際皆さんが1個ずつ注文したりとかしている注文の仕方っていうのは普通ストレートなんですけど、基本的に誰もがそうだと思ってるんですけど、うちの場合例えばそれを50個だったり100個だったりね、200個だったりっていう注文をした場合、実は在庫から削るんではなくて別注扱いっていうことで、在庫の方は残しておいて、別に注文してその商品を作って作り終わったら納品してくるっていう、だからこっちのその注文なん在庫のやつが削れるっていう風なことはない、ロットで頼む場合ですよ、ロットで。ただうちもほらお客様の注文で1個欲しいとか、1個売れちゃったから1個欲しいとか、それは1個単位で当然ね、常に別注じゃないんですけど、そうすれば大体ね、この間もすごい大きい大量に入庫してたのを取りましたけど、ああいう感じでねロットで買ってるわけです。そうですね。じゃあどのくらいトラスト企画は日産部品から商品を購入して、あんまり言ってなかったじゃないですか。確かにどのくらいかって言ってんだ。明確な例えば月にね100万円買ってんのか200万円買ってんのか分かんないでしょ。分かんないね。分かんない。言っていいんですか。これね、もともとうちは営業所に発注をしてたんですよ。営業所の人がその発注に耐えられないぐらいの発注をしてしまったので、じゃあセンター扱いですよっていうふうになってて、センターになってしまった。センターから直接お取引してます。そうですね、営業所じゃなくてね。でなぜなってしまったかっていうと、皆さんどのくらいだと思いますか？予想してみましょう。どうでしょうね。まなちゃんどう思います？行って500万、月500万。なるほどね。500万だと12ヶ月あると6000万も頼んじゃってるんですね。6000万。スカイラインの部品だけでシビックパーツ。月ですよね。月で。1ヶ月。月行っても100万ちょこちょこじゃないですか。月でしょ。月でも月。200かな。わかんない。しかも値上がりもしてるし。確かにね。200ぐらいかな。見当つきません。正解はいくらですか？武漢さんのね、1人当たりの多分ね、1ヶ月の売り上げって多分400万だったり800万ぐらいだったりとかっていう、ほら、なんだろう、
1人当たりの受け持つ、お店の数が、まあ例えば30社だったり、40社だったり、50社だったり、まあそんな感じだと思うんですよ。ね、何百万までなんですよ。日産武販の営業担当の方。そう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 。まあそれなんですけど、じゃあうちのじゃあちょっと見せましょうか。これいくらなんだ。いくらなんだろう。1ヶ月に武販から提供が来るのはこういう風なブックになってきます。見てこの厚み見てこれこれ。このブックになってきます。こういう風に1個ずつですね。あ、パーツね。パーツがすごいすごい。頼んだものがこういう風にブックになってきます。これ1ヶ月に注文した量です。これは1ヶ月ですからね。1ヶ月。これはいつの月ですか？これはまあ3月ですね。はい。じゃあこれはどのくらいかというとですね。これね、あんま出すとね、武漢のね、他の武漢さんがね、やきもちやるかもしれない。いや、相当ね、所在、ずるいんじゃないセンターだけね、ずるいんじゃないのってなっちゃう。武漢のね、茨城ね、日産武漢の茨城のね、社長さんも見てることでしょうから。そうですね。ご覧になってます。はい、ご覧になってると思いますので。お世話になってます。部品で、今ね、見せますけど、少し驚くかもしれない。私もちゃんと見た。1年じゃないですよ。1ヶ月ね。1ヶ月の注文の金額です。じゃあちょっとアップしてもらいましょう。お願いします。この金額になります。待って。3918万4615円です。ちょっと待って。書きましょう。ちょっと待って。書きたいです。36？ 39ですね。3918万円。ちょっと待って。ここに点が来るんですね。点ここじゃねえの。ここで3900万円発注してます。1ヶ月で。パチクリ。してます。やば。一人の担当者だと辛いですね。売り上げっていうか物量が無理だよね。でもうちは一人の方が担当してもらってます。でもほら普通ってさ、毎日のように来てますね。一人で何店舗ですけど、その人ここだけだからね。これよく見てください。うちの稼働日数を考えると、例えば20日だとするじゃないですか。ね、20日だとしたら1日200万円ずつ納品してこなくちゃいけないんですよ。1日ですよ。1日200万ずつ納品してこなくちゃ。毎日10トントラックだよこんなの。やばいな。すごいね。こんな多かったとは知らなかったです。働いてても。これ別に本当に頼んでるんですかって別に工場行って見せてもらっていいですよ。確かにいっぱいあるからね。そうですね。本当にあるから。で、売れてしまうという恐ろしい。そうなんですよ。売れないと仕入れないけどね。売れなければ注文はしません。そうなんです。売れてるからこの注文するから。河川状態です。これはね、もう武漢の皆さん、トラスト企画神様みたいな感じですよ、みんな。ありがとうございますみたいな。こんだけ注文してるのに、しっきり買わないですよ。社長さん、他の人たち見てますか？何年もずっと一緒で、まあちょこっと変わったかなって少しだけなんかお願いしますよ。なんか武漢の社長さん。別に式では変えなくていいです。水戸あたりのちょっとね、大工町あたりのところで集ましてもらって。そっち。それで OK なんですか？それで OK 出してたから変わんないんじゃないですか。変わった方がいいんじゃないですか。銀座とか行くとね、叩かれますから。県内で済ませるって。いいですね。地産地消。地産地消。もしあれだったら別に下妻あたりで大丈夫ですよ。はい。つくばで。学園で。つくばで。つくばのね、大丈夫ですよ。飲食的ないで。はい。個室で。結構リーズナブルだったのによかった。そう。まあつうことで、まあ日産のね、今後に関しては好転するのじゃないかみたいなね予想をミークしていただきましたけど、ね、うちの武漢の仕入れがこんなに多いとは今皆さんもびっくりでしょ。今本当は見せようか見せまいかね悩んだんですけど、見せない方がいい気がする。俺もそう思うけどな。
部販の方にもね確認取りまして、あ、オッケー。事前に。まあ大丈夫ですよと。うわこれを上げることによって、は来年ははい。地獄のノルマが課されます。確かにね。前年ベースだからね。全年あれ書いていきますから。うわ下がってるよって言われちゃうんですか。だって今年はなんかあれですよ、前年対比なんかいくらさんって150%が終わりますって言ってましたよ。それって全部トラス企画のせいじゃないですか。だって普通の売上目標ってさ、なんかよく5%とかさ、大体105、6ですよ。 105%だと107%そうとかさ、そうそう。でいかなくて102%だ103%だ思いますってやっていくと、 5%ぐらいが105%いったらさ、頑張ったねっていう感じ。そうそうなんで150の目標設定なんだろうね、わかんないけど、大変ですね、皆さんね。来年ははい200%ですよきっと。ちょっとガンガンパーツ売って部販からもガンガン仕入れないといけないじゃないですか。ちょっとうちもだってもうパーツ置く場所ないですもん。確かにだから別倉庫な倉庫に置いたんでしょ。倉庫パンパン。なんでもう注文来るたび。あれじゃないの？これちょっと終わった後にちょっと、見学していく倉庫ああ、そうですねしましょう。どんだけパンパンなのか。どんだけパンパンじゃないと多分見てる方は数字だけじゃどれぐらいかどのくらいの量なのかって分かんないでしょ。わかんないのでそうですね。分かんないよね。きっとね。だからバンパーだのボンネットだのフェンダーだのね。しかもこれ日産だけでですからね。あ、これ日産だけです。あ、社外パーツないからね。これね、日スモとか別ですからね。はい。日ヘリテージとか産純正そうなだけです。んですよ。そそうこポイントです。これ日産です。日産から買えるもの。ヘリテージ出たらさ、とんでもないよありもう。ますから、他にね、HK さんだったりね、はい東名さんだったりね、ブリッジだったりね、いろいろありますからね、HK とかアペックスだったりね、ウェッジさんとかね、ありますからね。はい。大変だもん。日産だけどね。まあ、月々どれぐらいになったパーツをね、さばいてるかっていうのはね、わかると思うんですけど、ははいい。じゃあまあね、ホワイトボードの勉強はこれぐらいにして、はいちょっとね倉庫の方にちらっとはい。続編ということで行ってみたいと思います。はいはい。はい。お願いします。お願いします。はい、今倉庫に来たんですけど、はい。ここどこですか？これは違いましたね。ここじゃないですよ。ここじゃないです。何個あんだよ。ここはなんかニスモの館らしい。あ、ニスモの館だった。純正の館行きましょう。純正の館。